はい、インラインスケーター森コンです。今回は、スケートで絶対的に使う、ベアリングのメンテナンスを紹介していきたいと思います。ウィールの中に入っているこのベアリングなんですけども、1つのウィールに対して2つ使います。計だいたい8個でセットで売ってることがよく多いんですけども、今回は、ちょっとその1つを、ばらして、清掃して、また組み付けてでオイル注入までを紹介していきたいと思います。参考にしていただけたらありがたいです。ではどうぞ。はい、じゃあ、ベアリングの清掃をやっていきたいと思います。ウィールは今ついている状態ですけども、スケートボードもインラインスケートもローラースケートも基本は変わらないです。中にベアリングスペーサーっていうものも入ってますし、ベアリングが2個使う感じですね。まずこれを外していきます。外すツールは、こういった特殊な忍者ツールと言われるものをこう引っ掛けて引っ張り出すものと、これでプレッサーっていうんですけども、ベアリングプレッサーの方で、外していくもので、外れます。ベアリングスペース反対側も反対向きにしてベアリング引っ掛けてこうやって簡単に外れる状態になります。基本ウィールはこの4点の構造から成り立ってます。これはもう使わないで外しておきますね。ちょっとベアリングの説明をさせてください。ベアリング、ここの紫の部分シールドというものがカバーが、ついてます。でこれをまず外さないとボールは見えてこないんで、このシールドと言われるカバーなんですけども何種類かあります。これグリースタイプのベアリングなんですけども、ちょっと見たら分かりますかね。こう切ってある隙間があるような感じ、これプレスされても外れないようなものになってます。市販のおもちゃのスケートとかはこのベアリングでグリース注入されている場合が多いです。で、一方、こういう 10C のシールドだったりとかメタルのシールドだったりとかはこれメンテナンスできる状態になっています。10C のシールドの外し方なんですけども、カッターとか安全ピンとか、僕はこういうカッターの刃とか安全ピンは先の尖ったものを使ってたりします。内軸、これインナーレースっていうんですけども、アウターレース、インナーレースっていうんですけども、分かりますかね。こっちがアウターレース、インナーレース。インナーレース側のところから隙間からこれを差し込んで、外側に出す感じです。これパチッと外れます。よいしょ。で反対側もインナーレースとシールドの隙間に入れて、クイッと外れます。これ安全ピンでやった場合にも変わらないです。気をつけてもらって安全ピンでこうやって入れてクイッと引っ張り出す感じです。こういう状態です。でこれちょっと新品のベアリングなんでまだグリースが吸入されている状態なんですけども、ボールが、7個入ってます。ちょっとね分かりやすくいいものをちょっと用意したんで、これですね。黒い部分リテイナーっていうものがついてます。これは7個のボールを固定しておくための、樹脂です。でこれを外すんですけども、ちょっとこれは外すのはちょっと待って、先ほどの金属のシールドの場合どうやって外すのっていうことなんですけども、これは僕は安全ピンを使ってここにねシーリングがついてるんですよ。この隙間のところにシーリングを引っ掛けてパチッと外せる状態で、こういうリングが
アウターのレースのところの隙間、シールドとアウターレースの隙間に入ってます。テンションをかけて、こういうテンションをかけて引っ掛けている状態ですね。でこれを外してあげます。それで隙間がちょっと狭いんで、これはよいしょ。カッターの扱いに気をつけてくださいね。でこれで金属のシールドが外れます。金属のシールドと樹脂のこのシールド、どちらの方がいいのって言われると、一概には言えないんですけども、そのメンテナンスの頻度を考えると、その樹脂のリテーナーの方が、裏金属なんですけど、リテーナーじゃないや、シールド、樹脂のシールドの方が歪みやすいかなっていう感じは受けますね。ちょっと試してみましょうか。見てるとすぐ歪んじゃうんですよ。金属のシールドの方が少し波打ってるんで強度はあるのかなと思います。それでもちょっとね歪みやすいっていうのはあるんですけどね。僕は金属のシールドの方が好きかな。ちょっとこれ人それぞれなんですけどね。歪んだ場合にはちょっと整えてあげるぐらいで、ボールとかリテーナーが当たらなければ大丈夫なんでという状態です。で外しました。これも外れましたっていうのをちょっとほっときましょう。今度外れた状態からそうですね、ボールを取り出す作業をしていきます。このまま、クリーニングしてオイルを注入しても全然大丈夫です。ギューってやって汚れを落としてでオイルで注入するのもいいんですけども、今日はこのベアリングのボールとリテーナーも外していきたいと思います。ちょっと分かりやすいように、使うツールは僕は何でもいいんですけど、僕はこれが便利でよく使ってます。こういうベアリングのチェックするようなツールですね。これを、リテーナーとベアリング、ベアリングのボールとボールの間に、差し込んで押し出していきます。反対対角線上3分の1ぐらい入れてからもっと外していくとリテーナーが外れます。ボールの隙間入るところですね。ここがボールの入るところ、王冠みたいになってます。でボールはどういう状態かっていうと、こうやって動くような状態になってます。で、このボールを外すんですけども、片っぽ一方にボールを寄せてアウターレースとインナーレースを外していきます。インナーレースをちょっと上に押し上げればこれで外れます。これが分解できたような状態です。ベアリングの構造としては2枚のシールドとアウターレース、インナーレース、ボールが7個とリテーナー、これがベアリングの、中身ですね。でこれを今度洗っていきます。ベアリング専用の、ベアリング洗浄液もあるんですけども、僕は比較的ホームセンターで、手に入りやすい、エレクトロニッククリーナーを使います。こうやって振ってあげます。やり方はいろいろ人それぞれあると思います。下に網を引く人もいれば、専用の、クリーナーボトルも売ってるんで、外していきたいと思います。ちょっとね、新品の
ベアリングなんでそんなに汚れは出ないんですけども、でこれでクリーニングが終わりなんですけども、揮発性の高くて脱脂の効果がある、ものなので、すぐに、乾かしてください。すぐ乾くんですけども、軽く拭き取ってあげてください。で今度、洗い終わった状態からベアリングの、組み付けをしていきたいと思います。これがねちょっと意外とめんどくさいんですけども、先ほどと同じようにアウターレースの方にボールを7個同じような形に入れていきます。これね指で持ってた方がいいですよ。これちょっと慣れです。ここはちょっと一番難しいところかな。この形を作ってあげます。この形を作ってあげて、このインナーのレースをこの部分にセットしてあげます。でこれを下に押し込むんですけども、押し込む時にボールが寄りやすいので気をつけてください。押さえながらグッとよいしょ。でこの時に便利なのがこのツールで押さえ込みながら、一つだけボールを外に押し出します。これ重要です。今この状態です。わかりますかね。この状態に、ツールを使って押し出してあげる。この状態になればもうインナーのレースは外れません。ただちょっと不安定なので、すぐに 7個のボールを均等に隙間を取ってあげます。で今度リテーナーをはめ込みます。リテーナーの向きはベアリングどっちからでも大丈夫ですけども、上から落とすっていう形の方がやりやすいと思います。ボールの隙間の形状が見て取れると思うんですけども、このボールの部分に合わせて落としていきます。パチッというまで。これで組み付けが完成です。今、このベアリングは全くオイルがされていない状態ですね。脱脂したので。で、隙間が空いているのですごい回りやすい状態になっています。で、拭き取った後は拭き取るのもいいと思うんですけど、ちゃんとしっかりこうパーツクリーナー液を出してあげてください。で先ほど言ったように、このままブシューッとクリーニング、この状態のシールドを2枚外した状態でクリーニングするのも全然大丈夫です。そのやり方的には、キッチンペーパーとかで下をこう半分かぶせてあげるような状態で、回るような状態でパーツクリーナーを刺していってあげる。パーツクリーナーでボールを回してあげるような状態ですね。でこれで汚れがキッチンペーパーにつくと思うんですけども、今度すぐに拭き取ってあげないといけないです。速乾性も強いので、回しとけばすぐに揮発はしてきます。ただ冷たくなっちゃうんで、結露でまた水分つきやすくなっちゃうので、すぐオイリングしてください。乾いたらすぐオイルをしてあげる。で汚れが取れた状態で、これに対して今度、オイルを、ベアリング専用のオイルを、注入していきます。これは僕が使っているのはウィッチベアリングのオイルです。忍者からも専用のやつが出ていますし、ブロンソンからもベアリングオイル出てます。僕はこれがちょっとお気に入りで好きなので、ベアリングにはこれを使ってます。で、刺し方なんですけども、みんな人それぞれあると思います。1滴2滴の人もいれば対角線上に打っていく人もいるし、人それぞれなんですけど、僕は少しずつボールに7箇所打っていきます。ちょん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 と。
1滴未満ですね。触る程度で。これで1回様子見ます。で、オイルなんですけど、ベアリングのオイル専用のやつを使ってください。クレ556とか樹脂にダメージを与えるようなものもあるんで、ベアリング専用のものかグリースを使ってください。おすすめは忍者ツールのもの、こういうものだ、刺しやすいものだったりとか、あとちょっとウィッチベアリングって特殊なベアリング専用のオイルをおすすめします。で、今オイルが入った状態ですね。音がなくなりました。これ隙間がなくなったんで音がない状態ですね。で、これにシールドをつけていきます。これは押し込んでパチッと言われるぐらいまで押し込んでいけばできます。これで完成です。メタルシールドの場合はこれをかぶせてこのシーリングをつけていきます。片方だけ入れながら指で入れた部分を押さえて、こっちも少し片っぽずつ入れていきます。この状態ですね。外す方はその隙間の部分から引っ掛けて外していく。ちょうどね、斜めに切ってあるんで引っかかりやすくなってます。指で押さえて、慣れれば道具使わなくても指でパチッと組み込めるようになってきます。今回、ベアリングの、清掃メンテナンスを、紹介したんですけども、特にこれが正しいといったルールはないんですけども、バラしたりとかクリーニングっていうこまめなメンテナンスはスケートが上手くなる上で、絶対的に必要になってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。